ここが待ち合わせの場所？セント・ドーマス橋だっけ？ C 社が橋の主任設計者って聞いたけど、廃棄された橋を待ち合わせの場所にするなんて、本当に待ち伏せられるとか？チャリサーさん、この橋は廃棄されてないわよ。これが廃棄。セント・ドーマス橋は封鎖されているだけで、将来的に開通する可能性はまだあるわ。封鎖？東西エリアをつなぐ重要なポイントなのに。橋は意志を持たない道具なの。人々が橋でつながれることを望まなければ、陸地にある船みたいなものよ。今日ここに来てもらったのは、昨日のお話の続きをするためよ。パインレードの歴史について、英雄の戦いとセント・ドーマス橋について話す前に、この町の成り立ちから話す必要があるの。頼む。あえて事前に調べてこなかったんだ。いいね。新鮮に感じる気持ちは幸せに生きるために重要なことよ。なんか誰かに当てつけてるように聞こえるんだけど。へえ、考えすぎじゃないかしら。もっと素直に受け取ったら？それじゃあ、この町の成り立ちだけど、聖卓教会の聖地の一つとして、パインレードの起源は非常に伝説的よ。伝説的？大げさね。ツアーガイドじゃあるまいし。大げさというより、私流の演出と思ってほしいわね。古代ダニューブ時代、ここは未開の流刑地だったの。厳しい自然によって世間から隔絶された不毛で険しい山岳地帯だったらしいわ。孤立した山々に追放された罪人たちは互いに連絡を取ることもできず、自然の独房ともいえる厳しい生活を送っていたとある聖人が現れるまでね。セント・ドーマスは許しと教えを携えてやってきたと古い資料に書かれているわ。彼が山々をつなぐ橋を作ったことで、罪人たちは連絡を取り合うことができるようになったんですって。この橋は彼の名前にちなんで名付けられたのか。ええ、彼の行いは教会のモザイク画に描かれているわ。ああいうの抽象的でよくわからないのよね。あら、それに気づくなんて見込みがあるわよ。ともあれ、聖人の指導によって罪人たちはこの地に根を下ろしたの。彼らは山や渓谷を切り開き、橋や道路を作り、千の橋の町として後世に名を残す都市パインレードを創設したわ。わかりやすい異名ね。実際にたくさん橋があるし。他の異名はどこから来たの？生物啓示の地とか。古代ダニューブ時代のパインレードを私がなんて表現したか覚えてる？ハゲハゲしい？不毛で険しいよ。もともと水源がなかったために流刑地として使われていたの。でもセント・ドーマスは山や渓谷を切り開く過程でたくさん水源を発見したの。その中で最も豊かな水源は巨大な水晶の下から見つかったそうよ。確かに伝説的だな。大げさね。たまたま掘り当てた水晶の下に水があっただけじゃないの？でも当時の人々にとってはまさに奇跡と呼べるものだったのよ。そして巨大な水晶は教会に保護され聖遺物となったわ。それで聖遺物啓示の地ってわけ。意外とつまんないわね。歴史を覆う神秘のベールの奥にいるのは意外と普通の女の子かもしれないってことよ。
そうかな。俺はロマンチックだと思うけど、不毛の地を切り開き、水晶と泉を発掘し、罪人と聖人によって創設された都市。そんな歴史があればもっと発展していいはずなのに、なぜ？そこで昨べちらっと出た英雄の戦いよ。またなんか大げさな話じゃないでしょうね。いえ、これは冗談抜きでその名の通りの出来事よ。大きな自然災害や戦争に巻き込まれることなく平和だったパインレードは、数十年前突如現れた原罪に襲撃されたわ。また原罪か。でも近代工業化に成功したダニューブの都市とは違い、当時のパインレードは文化の象徴に過ぎず、原罪に対抗する力を持っていなかった。他の都市から援軍が到着するまで、騎士や聖職者、そして多くの民間人が祖国を守る戦いに身を捧げ、英雄として命を落としたの。彼らの犠牲がなければパインレードは地図から消えていたかもしれないわ。だから英雄の戦いって呼ばれてるのよ。東でも西でもこれに異論を唱える人はいないわ。なるほど。それは確かにそうかもね。今の話を聞くと今回の総務も心配になってくるな。ええ、英雄たちの犠牲を無駄にできないからね。でも今は戦略部からの指示を待つしかないわ。無断で行動することもできないし。だな。そうだ、一つ聞きたいんだが、英雄の戦いの後、ここの人々の団結は強くならなかったのか？残念だけど歴史はそんなにロマンチックなものじゃないわ。当時の人々にとってはなおさらね。進歩派が言ってるように、あの戦争で多数の犠牲者が出たのは教会が消極的だったせいよ。工業の発展を拒否したせいで都市の防衛力も弱かったの。その犠牲者を英雄だって称えるのはある意味悪い皮肉ね。彼らは犠牲を払う必要も英雄になる必要もなかったんだから。そうだな。きっとほとんどの人は普通の生活を送りたかっただけで英雄になりたかったわけじゃないと思う。そうね。なぜ進歩派があんなに過激なのか分かった気がするわ。行き過ぎた保守は行き過ぎた進歩を招く。あの戦争の後、進歩派の多い東エリアは教会とたもとを分かつことになったの。アイギスが正式に設立された2000年にパインレードの不安定な状況がようやく認識されるようになって、東西エリアの溝を埋める試みが行われたわ。アイギスが動いてたのね。当時アイギスは設立されたばかりだ。その権威を強化して秩序を維持するために潜在的な危機を積極的に解決したいと考えたんだろう。そこで議題に上がったのがセント・ドーマス橋の建設計画。都市の中心で2つのエリアを結ぶこの橋の建設を提案したのはアイギスだったのよ。アイギスが計画したのか。じゃあなぜこんなことになってるんだ？今こうなったんじゃないわ。最初から足を踏み入れる人が少なかったのよ。パインレードは聖地だけど所詮は辺境の小都市。アイギスが問題解決のためにこれ以上資金とエネルギーを投入する理由もないわ。橋は単なる道具よ。十分な周知や説明や誘導がないまま考えの違う人々が交流するために橋を利用することはないでしょ。それじゃあこの橋の建設は無駄だったってこと？この橋が本当に役立つかはどうでもよかったのかもね。重要なのはアイギスがこの橋に多額の資金を投資したってところよ。言い換えれば形だけのプロジェクト。政治的パフォーマンスとしては十分目的を果たしたわ。少なくともアイギスが無関心だったと責められることはない。
行動はしたけど人々がそれを評価しなかっただけってことよ。ああ、セント・ドーマス橋の設計者だった父もこの結果に落胆したわ。それ以来不採算のプロジェクトに情熱を向けることはなくなった。典型的な東エリアの住人になってキャリアも順風満帆だった。それまで険しい道を歩いていた人が広く平坦な道を歩み始めたように。でもそんな父を認めたくない。この橋の本当の意義を思い出してほしいの。本当の意義。かつてのセント・ドーマスのように。そう、それはパインレードが前進するために必要なもの。表面上の進行でも目先の進歩でもない。私たちが取り戻すべきものは自己犠牲の美徳と危機に立ち向かう勇気よ。だからあんたは父親の後を継いで橋の設計者になったのね。ええ、そしてドライバーにもね。さあ一緒に来て。エレベーターは故障してるけど階段で降りられるわ。どこに行くんだ？この峡谷の底、いい景色が見られるわよ。行ってみるか。